ハエの生態と文化的な意味合い。イントロダクション。ハエは我々が日常的に見かける一方で、その生態や文化的な意味合いについて、深く考える機会はあまりありません。しかし、ハエは自然界の一部として重要な役割を果たしており、その存在は無視できません。この動画では、対話形式を通じてハエについて探求し、その生態と文化的な意味合いを詳しく調査します。ハエが私たちの世界にどのように影響を与えているか、そして我々がどのようにハエを理解すべきかについて、理解を深めていきましょう。ハエの生態。ハエってどういう生態なのだ？ハエは昆虫の一種で、世界中に約12万種も存在しているの。それぞれの種類は違う生態を持っていて、生息地や食物もそれぞれ違うの。一般的にハエは腐肉やクソに引き寄せられて、これらを食べることで有機物を分解して生態系全体に貢献しているの。それから幼虫はしばしば植物の害虫を食べることもあるから、ハエが害虫駆除にも役立つ面もあるのよ。ハエの象徴と文化的意義。それならハエが文化的に意味するものは何なのだ？ハエは一般的に腐敗や死、病気の象徴とされているの。それはハエが腐肉やクソに引き寄せられるからなの。でも一部の文化ではハエは変化や適応の象徴ともされているの。例えばハエがどんな環境にも適応して生き抜く力強さは、変化に対応する力や適応力の象徴ともされるのよ。ハエと人間の関係。じゃあハエと人間の関係はどうなのだ？ハエはしばしば害虫とみなされて、病気の伝播者として恐れられているの。特に食品衛生を乱す存在として嫌われることが多いわね。でもハエは有機物の分解者としての重要な役割を果たしていて、自然の循環に貢献しているの。だからハエをただの害虫として見ないで、その生態的な価値を理解することも大切なのよ。まとめ。ハエについてのこの探求を通じて、ハエが単なる害虫ではなく、生態系全体に重要な役割を果たしていることが分かりました。ハエの生態を理解することで、私たちの日常生活における、ハエの存在を新たな視点から見ることができます。また、文化的な象徴としてのハエについても、理解することができました。変化と適応の象徴としてのハエは、我々自身が変化する環境に、適応する力を象徴しているとも言えます。この知識を通じて、自然の一部としてハエを見る、新たな視点を得ることができます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。